今回もそんなにぬるいものではなくてですね、多分ユーザーの皆さんもたくさん死ぬんじゃないかなと思います。アニュアセヨ、フロムソフトウェアで赤炉シャドウズダイトワイスのプロモーターをしている北野です。赤炉シャドウズダイトワイスはですね、日本の戦国時代末期を舞台に孤独な忍びの壮絶な戦いを描くシングルプレイのアクションアドベンチャータイトルです。実在した場所とか人物、そういったものは登場しなくて、戦国時代末期にあってですね、さまざまなものをモチーフにして、でそれを我々フロムソフトウェアが再解釈してで作り上げたオリジナルの世界になっています。戦国時代末期なので非常に荒廃したですね戦場の跡みたいな場所もありますし、その中に日本古来のあるいはアジア古来のですね美しい鮮やかな風景が混ざり込んだ、独自の世界観というのが広がっています。おそらくダークソウルやブラッドボーンだと、例えばたくさんアイテムがあって、でそのアイテムテキストを読んでいくと、ストーリーがなんとなく頭の中で描かれていくというようなやり方がありましたが、本作でもですね、ストーリーを例えばムービーでずっと見せていくというやり方はやっていなくて、一部のアイテムテキストもそうですし、あるいは敵の会話を盗み聞いたと何か話している内容からストーリーのヒントになるようなものが主人公の誘引の力と思っていて、それゆえに改正、死んでしまってもその場で復活することができます。でこれは、ストーリーに深く絡んでくる部分で、そこに関してはネタバレになってしまうのでこれは控えてますが、いくつか、理由があって採用している要素です。僕らの考える忍びっていうのは当然強いんですが、死にやすいというイメージがあって、今回バンバン死ぬので、死んでしまって旅にですね毎回チェックポイントに戻っていくと、プレーの転倒に多くなるよというところで入っている要素でもあります。もう一つはですね世界観という感じですが、改正した時に自分が死んでしまった時に改正するタイミングっていうのを自分で選ぶことができるんですね。で死んでしまった、そうすると敵は背を向けてですね、死んだと思って油断して自分に背を向けて歩いていくんですね。そのタイミングを見計らって改正して、で後ろから相手を倒す、そういったこともできるようになっています。でこれはですね、その自分の死すらも利用して戦っていくっていう我々の考える忍びの忍び像みたいなところを再現できていると思います。簡単にしようとか逆に難しくしようっていうふうには作ってないんですね。ダークソウルシリーズとブラッドボーンに、慣れてれば慣れてるほどかもしれないんですが、本作ではダークソウルシリーズブラッドボーンとは全然違った戦法、戦い方、立ち回りっていうのが必要になっています。赤炉シャドウズダイトワイスではですね、これまでの我々のタイトルにあったような、骨太でハードでやりがいのあるゲーム性っていう部分であったりとか、世界観の作り込み、そういった特徴はしっかりと踏襲した上でですね、これまでとは全然違ったプレイフィールドやプレイの点を持ったタイトルになっています。ユーザーの皆さんにもですね、これまでとはまた違った部分を新鮮な気持ちで楽しんでいただければ幸いです。狼よ、我が血と共に生きてくれ。プレイステーション